5月は UFC301、UFC ESPN、ファイトナイト3大会あるんですけど、アルドがどの辺までパフォーマンス出せるのか、勝って10位に上がってタイトルマッチってなかなかないんですよ。ヘビー級でキューバ人えぐいんですよ。もうはい、皆さんこんにちは。直樹はちょっと良かったですか？よかった。クオリティ。もう一回もらっていいですか？はい、皆さんこんにちは。こういくのがポイントですから。いいやな。今日はですね、皆さんが気になっている5月の UFC について話していきたいと思います。パチ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 。5月は、UFC301 と、はい、あと5月12日に UFC ESPN、はい、19日にファイトナイト3大会あるんですけど、はい、ナンバーシリーズから2つと ESPN の方から1つ僕がめっちゃ気になるファイターがあったんで喋っていこうと思います、はい、1つ目 UFC301 のジョゼ・アルド対ジョナサン・マルティネスです。 UFC301 の多分セミメインに置かれてるカードかな。ジョゼ・アルド知ってます？お名前はわかります？聞いたことある。はい、フェザー級で UFC 防衛何回したかな、 7,8 回ぐらいしてる。とにかくね9年か11年無敗だったんですよ。こんなやつに勝てるやついねえっていう感じだったんですよやっぱ、当時は。そこにマクレガーっていう新たな風が吹いて伝説の秒殺 KO でアルドがやられて、別に弱くはないんですよ。めちゃくちゃ強いから自力はあるんですけど勝ちがあんまりついてこないっていう試合ですね。その後バンタムに落としてきて、はい、マルロン・モラエスとやったりとか、あの試合も勝ってたようなもんだけどやっぱすごい強いっすね。マクレガーとやった後は、はい、またチャンピオンに返り咲いてホロウェイとやったりとか、ホロウェイには最後の方はもう全然勝てなかったんですけど、そこで一回引退して UFC が貢献した選手だから殿堂入りしたんですよ。もうレジェンド扱いですよ UFC の、はいはいはい、永久的に UFC の会場入れるだろうし、はい、やりたいって言えば関われるようなポジションにはいるんですよ。もうアルドは、けどなんか復帰してきたっていうね。だから僕バンタム UFC 入った時アルドとはやりたくねえって言ってたんですよ。でもアルドいなくなったから、よっしゃーとか言ってたら帰ってきた。やばすぎる。中毒なんでしょうね。リーナ選手がアルドとやりたくないっていう理由は単純に強すぎる。もうね植え付けられちゃってるから、中高大学時代とかアルドやべえアルドやべえみたいな、ワンチャン絡んでくる可能性も出てきたってことで楽しみですね。パフォーマンスも。でも多分勝ってないような気がしますね。ジョナサン・マルティネスは一番いい時で比べちゃったらアルドの方が全然強いような気はしますけど、はい、マルティネスは今乗ってるっすやっぱ。サウスポーで左の蹴りがめちゃくちゃ重くて、はい、テイクダウンゲームもしっかりできるファイターですね、はい、左の蹴りがめっちゃ重いんで、アルドも蹴りの技術はちょっとえぐいからな。アルドがどの辺までパフォーマンス出せるのかってとこがすごい気になってる試合ですね。それによって全然変わっちゃうんで展開が、そこが読めないんでちょっと楽しみな試合です。マルティネスは前回の試合エイドリアン・ヤネスをローで倒してますから、ローで破壊して KO です。もう立てなくなって蹴りがめっちゃ重いんですよ。見てる感じ超重いなって、これ食らったらやだなっていう蹴り出すんで、もちろんその運動神経パンチ全部決めもで前提の話で特に蹴りがやばいっていうことを言ってるだけなんですけど、アルドがどういうパフォーマンスするのかなっていう、もうほんとただそこですよ。これ楽しみにしてる人は多いと思います。でもブラジル大会だからジョゼ・アルドが復帰って言ってブラジルの熱もグワーって入ってきますから、そこもねレジェンドの追い風になるだろうし、そこをアメリカに乗ってる若手が乗り込んでレジェンド討伐みたいな、これははい超注目カードね。2つ目はアレッシャンドリ・パントージャ VS スティーブ・エルセグ。これも UFC301 のフライ級タイトルマッチになります。はい、はい、スティーブ・エルセグって選手はフライ級で UFC3 勝0敗ですね。トータルの成績は12勝1敗で、はい、もうエルセグ選手は10位の選手なんですよ。その前は14位で勝って10位に上がってタイトルマッチってなかなかないんですよ。10位が行くんであればもっと他の2、3、4、5、6の準備できてる選手が1人でもいればやっぱそこから選ばれるしっていうので、フライ級について話したじゃないですか、はい、その時僕はこの選手を言ってないんですよ、はい、
モレノ、はいパントージャ、はロイバルロイバル。はい。の3人が今ちょっと抜けてるかなみたいな状態で、はい。そっから45678とか実力がそんなにこう上下しないんじゃないかっていうので、前回パフォーマンスが良かったエルセグ選手がこう大抜擢みたいな感じのタイトルマッチなんですけど、これはちょっと俺はやっぱ早いなとは思うマッチアップですね。前回の試合がマット・シュネルに2ラウンド KO か。勝敗予想すると、はい、まあパントージャの判定勝ちか一本勝ちですね。打撃の距離感とかは上手くて綺麗ですよ。まっすぐも超まっすぐ打撃が出るし、はい、っていう感じのストライカーなんですけど、はい、レスリング能力がちょっとまだパントージャと戦うには足りてないのかなっていう気がしてて、パントージャはやっぱこの2つのタイトルマッチ、打撃とレスリングのミックスで、あとは執念で防衛して王者も獲得してますから、はい、そこに飲まれちゃう気がする。まだ全然、はい。25分あるし、それはトップファイターなんで1回は見せ場作れるとは思う。 UFC のタイトルマッチってそういうことがあるから、あるとは思うけど、でもやっぱパントージャの執念を超えるまだ経験をしてないような気はしますね。これは普通にパントージャがいくような気がします。もし勝つってなれば前手のパターンをめちゃくちゃ用意してて、前手に意識化して奥手のストレート抜くか、奥手見せて前手、ここじゃないかなと思いますね。チャレンジャー結構厳しい戦いになると思います、今回は。まあ、302のポイエのタイトルマッチもそうかもしれないですけどね。この試合はチャンピオンがまた防衛を重ねるかなと僕が予想している試合です。でも楽しみですよ、それは。3つ目は5月12日の UFC ESPN56 からの試合で、ロベリス・デスパイネ対ワルド・コステス・アコスタですね。はい。ヘビー級マッチです。なるほど。このロベリス・デスパイネって、はい、僕299の解説で入った時に前座に出てたファイターなんですけど、出る前からその名前は知ってて、今5勝0敗なんですよ。はい、4勝0敗で UFC と契約したんですよ。プロ5戦目は UFC で勝った、で今5勝0敗、もうまず4戦でなんで UFC に契約できたかっていうところなんですけど、まず全部1ラウンド KO、テコンドーのオリンピック金メダリスト、じゃあ総合転向しますって言って、でもう UFC いますから、ヘビー級でキューバ人、えぐいですよ。もうデビュー戦は4分54秒、2戦目12秒、3戦目3秒、4戦目4秒5戦目18秒。何なんすかね、振ったら倒れるんですよ、みんな。キューバ人のポテンシャルってやっぱすごいっすよ。ニーヤ選手が解説されてた時に出てらっしゃったので、そう私も拝見したんですけど、名前コールの時、緊張してたんですよ。やっぱそうなるよね、5戦目で UFC だと思って、そわそわしてるなみたいな、名前呼ばれてる時もですよ、けど強えんだろうなとか思って見てたら、開始最初の蹴りで転んだんですよ。テコンドーのメダリストが相手のことを蹴ろうとして転ぶなんてことないっすよ。蹴りが世界一うまいって言っても過言じゃないようなファイターが一発目蹴りで転んだんですよ。なんか浮いてたんですよ、めちゃめちゃ。おーっつってこけて、普通だったらテンパるところ、おーみたいな、普通じゃんみたいな。めちゃめちゃ面白かったですよ。ボブ・サップが日本に来た時みたいな衝撃が走りましたね。ほんとね、この3つが楽しみなんですよ。まあ特にね、デスパイネ試合だけじゃなくて、この先チャンピオンに絡んでいく素材だから、今のうち見といた方がいいですよ、もし知らなければ。やっぱいいですね、 UFC は毎月3回ぐらい大会があるんで、プラスね、ロードと UFC があるんで、結構時代が動く月になりそうです。今日は5月開催の UFC の301と UFC ESPN56 の注目カード3つ紹介しました。ミーヤチャンネルではやっぱこういった UFC の外に流れてない、日本ではちょっとねまだ扱いにくいコンテンツだったりすると思うんで、まあ僕はもう中入ってるんでガンガン展開予想、ファイターの紹介とか発信したりしてるんで、皆さんぜひよければ登録のほどよろしくお願いします。皆さんご視聴ありがとうございました。最後まで見てくださってありがとうございました。チャンネル登録といいねボタンよろしくお願いします。
まだそんな知られてない選手をはい最初に目つけ、あ俺知ってるよ。そう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 。そこでね、やっぱマウント取りたいじゃないですか。今のうちに目つけて、そこでマウント取ってもうボコボコにしてください。いいですか？はい。マウント取っちゃって。はい。でもデスパイネもう結構注目されてますね。はい。